グラウンド。ここ入るんですか？ここ入ります。鋭角に下夜景も見えるし、で富士山見えて海見えてっていう。海？右側のサイトと向こうと奥、まだ奥もあって、先っちょ開いてる。先っちょによ。こっちが町ね。これが海？あるああ。いいね。いやマジこれ以上のビールないんじゃんこれ。お疲れ様です。やば。山の上でほんまに寒ないな。ね。無風やしかな今日。ね。まあでもそもそもこの辺が割と多分そんなに寒くならへんのと思う。今日メラタワーのオプションの試作品があるから。オプションの試作品。オプションの網、これにうまくはまるやつ。へいいね。いいですね。綺麗な野球も。うまい。はい、ありがとうございます。よし、じゃあ行きますか。はい。ちょっとその座布団開けてくれると。はい。なんか工夫があるんですか？うまい。うん。いただきます。うまい。うん。あ、やばい。あーうまい。あーうまい。うまい。ああ、うまい。サミットで買ったんですよね。安いですね。サミットは安いよ。もうなんかね、最近ね、一時期外で食うより外食の方が安いってなったんですけど、
もう食材が値段上がりすぎてきて、もう外食の方が安くなってきました。まあななんかその鶏肉使ってここで鶏スープみたいなのも作ることもしてたけど、はい。でもなんか日本人ってね、ほんまに何も言わへんねんなって思うのが、キャベツ1玉1000円になっても、ネットで「うわキャベツ1000円やばい」とか言うてるだけなんですよ一回上がった値段ってまあ下がらないですよね、まあ終わりですわもいやほんでなんかサラリーマンからしてもね、なんかほんまに初任給上げないと人けえへんって言って、初任給上げて1年目の子が2年目3年目よりも給料高いっていう、それこの現象起きてるみたいなうまい。まあでも多分徳井さんとかの若手時代の子らよりも今の若い手の子の方が多分単価高かったりすることもあるでしょうから、それはテレギャラはないわ。それはない。多分テレギャラは下がる一方やと思う。あ、そうなんですか。へえ。劇場ギャラは下がってないけど、まああと配信あるからな今の頃は。まあ俺ら若い時ラジオ3000円だけど今の子1万もらってるとかないんですか？ないないない。作家もそうですね。多分僕が初めて25年ぐらい前から、深夜の一本の単価なんて変わってないですね。30年経って、だって多分深夜ラジオですごい若手の子が出て、多分2,000-3,000円とかで多分ずーっと変わってないと思う2,000-3,000円もらえたら多分ええ方やと思う確かにめっちゃ若手のど若手が深夜出て夢の業界やからやっぱりその夢を追ってるんでしょっていう話やからお金なくてもしょうがないよねみたいな。お金持ちになろうと思ってあんまやってないですもんね。やってない最初はね。ほんまに楽しいことしたいからっていう、いやそうやねん結構なんかさ金持ちになりたくて芸人になったんやん我々みたいななんかトーク展開あるけど、みんなそんなことないと思うねお金持ちになろう思ったらもっと他の道の方がいいし、単純に面白いことしたかっただけやと思うけどな、適当に自分で撮ってな、うまい。北海道って結構行きます？年1ぐらいかな、なんだかんだで。北海道って結局何がうまいんですか？まあそれは海鮮やわなやっぱ。やっぱ海鮮なんですか？まあウニカニなんかイクラホタテとか。すごいね。めったに行かん地方に行くとするじゃないですか。そこでね、なんやろな、ラーメン、ラーメン、美味しいラーメンがあると、あ、ラーメンっていうかな、なんやろな、美味しいハンバーグ屋さんがあると、美味しいハンバーグ屋さん地方でめったに行かへん地方、違うな、なんか例えばあれやな、そこでそれが美味しいとされてて、もうそれ食うかっていう、多分じゃあさっきその北海道でね、味噌ラーメンめっちゃ美味しいっても、そのめったに行かん北海道でその大事な一食にラーメン使うかっていう。北海道来たんやったら海鮮やろってこと。海鮮とかもっとその地のものというか、一回こっきりの北海道やったら、まあでもラーメン、味噌ラーメンは割と北海道味噌ラーメンっていうのは結構有名やから、北海道来たらラーメンでいいと思うけど、じゃあ北海道行ってもうとてつもなく美味しいグラタンがあるやったら、海鮮食うかもなでもまあもうそこのマジで北海道とか関係なくマジでやばいグラタンやねんっていう感じやったらグラタン食うかも海鮮は言ってもそこそこ美味しいの食えるやん別に東京でも。そうか、バター強いやん、そのここやからこそのこれみたいな、俺そこまでないかな。
また来るかもって思ってるかじゃないですか。仙台行った時にでもそれこそその伝説のグラタンみたいなのやったらそのもう北海道来ないんだったら海鮮の美味しいのは他でも食えるけど、伝説のグラタンはそこでも食えへんやったらグラタン行くかもしれんけどでも朝からそこでしか食えへんもんとかはあんま食わないじゃないですか。朝ごはんにってこと。朝ごはんにうんでそのホテル行く前に明日の朝なんか食えるかみたいなコンビニで買うじゃないですか。うんもう僕はもう本当に一人とかプライベートで行くならもう夕方ぐらいか昼ぐらいにそこでしか買えないようなパンとかをもう明日の朝のために買うたりとかもうしたいです。食べる食事は全部そこでしか食えへんものにそこでしか食えへんもので染めたいみたいな、はい、いやまあまあそれ理想やけどな、うん、その中で理想はそうやけど、なんかとはいえ、まあ、そのパン買うにはめっちゃ並ばなあかん、その時間を、この限られた旅行の中の時間を無駄にそのパンを並ぶための何時間も使ってええのかとかっていう兼ね合いもあるやん。なんかそれですよね。だから観光客とかね、特に海外の人とか海外の人とかと逆に並べるんかな。逆に並べる。海外から来てるああもう来てるから来てるから行列には並ばれへんな、なかなか。でもそれがそのバターの言うここでしか食べれないものやった場合はそういう人が並んでんじゃん結局。ガイドブックってもう見る、海外とかまあ地方行ったらガイドブック頼りになるしかないじゃないですか。まあネットかな。ね、そこに地元の子がおらん限り、そこの地元のやつでも食に信頼あるかないかって結構ありません？その地元の人に聞くのにもってこと。その知り合いのそらあるな。若手の子が実家帰って、うんでそいつの地元行くからって言って、そいつここめっちゃうまいですよって言うたとしても、いやそらあるよ。東京で会った時のそいつの、あんま分かってないなと食か。生活見てた時の感じで言うと、まあそいつの食生活もあるし、あとそいつが、なんかもう知ってる店はとにかくいいっていうやつかどうかここは知ってる店でよく行ってはいるんだけど、僕にとっては思い出深いけど、味としてはそんなにでもないから、思い出のない人にとってはこっちの店の方がいいですよとかっていう判断ができるやつかどうかっていう。ちょっと今日はね自動炊飯にしますわこれ。自動炊飯、固形燃料でああもう消えたらもう炊けてるっていう、っていう。200cc 入れてくれ。ぬるいです。あ全然大丈夫。もうちょい入れてくれる？あ、これでもこれ斜めになってるんで多分。本当？やっぱ無洗米ってねちょっと水多い方がいいのよ。ちょっと逆に多いかも。あいいよいいよ大丈夫大丈ほんまですか？夫。うん。多いですよ。ちょっと多い方がいいね無洗米。ちょっとどころじゃないかもしれない大です。丈夫大丈夫。偏ってません？うん寄ってるけど大丈夫。鶏肉ちょうだい。はい。沸くの早っ。何ですかそれ？豚汁けんちん汁の具っていう。あ、へえ。具だけ？うん。刻み生姜よ。これがうまい。ああ、そこれがうまいのよ。はい、ご飯できました。う。わ
多分火が強すぎて出来上がるのが早すぎたはい。ちゃんじゃもいっちゃいましょうこれ。あとはちゃんじゃ食わへんねや。はい。好きじゃないのちゃんじゃって何でしたっけ？タラの内臓ああ、食べないです。よくわからんもんやから。違います。ああ、よくわからんもんで食べなかったんですけど、食べてみてもやっぱり、あんま好きじゃない。はい。で塩辛も無理なんですよ。あ、塩味強いしや。味濃すぎるの無理になっちゃう。味濃すぎるし、生臭い。生臭さが勝つ。それは本当の本当のやつやな、はい本当の生臭さやな、はい。何でしたっけ？あれですなんか醤油漬けみたいな、いや醤油漬けみたいなやつあるじゃないですか。何でしたっけ？松前漬け？うんあれがギリですね。あの辛さと生臭さ。生臭さ、あれが生臭さも結構敏感なんじゃん。あれがギリ美味しくいただける。ちょっとこのホルモンもいってみようか。それ何なんですか？鍋なんですか？そう焼きじゃなくて。そうホルモン鍋、コンビニのやつ。うわあ、これはうまいぞ。あー、来ましたね。これお玉どっかのコンテナの中に入ってる。どっかのコンそこでしたっいやここホルモンうまそうやぞこれ。け？ご飯にのせて。ホルモンご飯ね。いただきます。辛みがある。はい、美味しい。割とすっきりめのね。ピリ辛やからうまっ。酒合うな。これご飯ちょっと固めやから若干残しといて鶏雑炊にしてもいいかもしれない。なんかね、ネットがね、うんある時代、まあネットというかもうスマホがなかった時代と今ある時代、まあ手軽になんかうまい本とかレシピとかね、知れるじゃないですか。うんその時と比べたら、まあ料理にすること少なくなったと思うんですよ。まあ昔に比べたらね。昔までは。はい、昔はほんまにまずい店あったもんな。結構まずくてもやっていけたっていうのがあるよね。ね。これは前回同様塩塩のみ。のみ。いただきます。
あはは。多分かなり優しい味だと。あーうまい。生姜効いててうまいな。うん出とる。うん鶏が出とるわ。うまい。スーパー行くとね、うんまあ僕そんな料理せんからめっちゃ迷うんですけど、いつもうんスーパーからしたら親切心かもしれないですけど、唐揚げ用とかうんカレー用とかうんって書いてうん売ってるじゃないですか、うんこれ鍋に入れそのサイズ鍋に入れるにはめっちゃちょうどええねんけど、鍋に入れたらあかんのかなとかってあかんことないよあかんことない。ただそのサイズとあと部位、うん胸なのかももなのか、もうおおむね胸かももの二択でしょ、うん、でまあ胸かももやったら別にもう鍋に入れても全然どっちでもなんであんなことするんですか。いや分かりやすいようにカレーや鍋にもとか書いてくれたらいいけど、もうカレー用とか唐揚げ用ってカレー用とかはちょっと鍋用よりはちっちゃいやんサイズが、ちっちゃいんですかね、うん、煮込み用手羽とかこう焼いてあかんのかなとか、なんかその焼きは別にどんなんでも焼いたらええやんっていう話だから焼いたらあかんことはない別に。あとちょっと焼くにはちょっと身があんま足りひんなっていう手羽とかやったら、なんか僕からしたら親切があだになってるんですよね、あれ。いやもう自分の判断でもういやなんかこのサイズやったら焼こうと分かからんすぎるから、いや焼いたら多分煮たらボロボロになるんかなとか、焼いたらうんちょっとなんかすぐ焦げる安い肉なんかなとか、うんそんなとこまでちょっと思っちゃうんですよね。ああややこしい人やな。だからもう書かんといてほしいサイズ一口サイズとかそんなんにしてほしいです。あでもそれ結構分かるっていう人いるんちゃう。だから僕これ豚汁用に入れてるじゃないですか。豚汁用なんでしょこれ、一応具材は。豚汁とかまあ、うんそうやな。豚汁用って書いてました。もう書いてる。ほんならもう買わないです、鶏に入れるってなったら僕は。いや豚汁の具ってこんなんだよねっていうので入ってるわけやから、はい、だからいろんな煮物のお野菜とか書いてくれたら、うん、豚汁にも鶏でも豚汁でもってなるけど豚汁用って書かれたら多分買わない。あでも豚汁とかにもとかまあその他鍋にもみたいな。でもさその他鍋にもは書かんでも分かってる人が多いから書いてないんちゃう。これ肉焼いたら食える。はい。R1 にさはい。王ちゃんチャンス大城が残ってんのよ。ね楽しみやわ。ねうまい。うまい。100万でね、うん月いけるよって言われたら、言います。いかへん。値段ですか。いや不安。危険。いや危険ゼロやったらいやでも飛行機乗るじゃないですか。飛行機と月行くのとレベル一緒なん。ほな、もう結構あれです。もう1000人ぐらい行ってるんですよ。いや全然安全なんやったら行くかな。行くかも。気持ちの問題ですか。気持ち。だからもう何回も行ってて、いや安全が担保されて、安全いやその安全やったらよ。だからその安全を自分の中でどこで安全やと思うか。10回に1回失敗してる。いやじゃあ行かへんわ。10回に1回失敗誰も行かんやろこんなん。100回に1回。
いやでも100回に1回でも失敗してるって言われたら、じゃあ飛行機もなんかいろいろいや飛ね。行機100回に1回も落ちひんもん。いわゆる安全やん。その飛行機だって、そら何がどうなっても落ちひんってわけじゃないけど、でも一応安全と言われてるから乗ってるわけやん。で飛行機ぐらいの気持ちで乗れるんやったら行く、けどでそこまで引かれへんのは、あんま思んないんちゃうかなって。その月自体はさ、多分そんなこれが月かぐらいで終わると思うね、で月から地球見た時にすごい価値観変わるとかさ、なんかもうすごい景色やって言うから、それはまあ見てもええかな。ほな月に行くってより宇宙から地球を見てみようツアーの方が、俺はちょっと惹かれるかな。このおネギとホルモンめっちゃうまそう。なるほどね。うわネギうまっ。案外月行ってもまあ何もないやん別に基本。なんもないですね。あと手軽に行けるかどうかも関わってくる。なんか半年間訓練してとかなるんやったら面倒くさがいかへんな。面倒くささが勝つか。いやそれやったら南極とかの方がええわ。南極とかあとなんかわからんけどパリとか、その時間あったら。南極ってどれぐらいで行けるんですかね。一撃で行けるんだ。いや一撃は無理よ。南極直通はないもん。多分タスマニア島とか、なんかそういう近場の一番近い空港から船ちゃう。でも南極より行きたい街いっぱいあるわ。エジプトとか。ああ、世界国ね。普通に国。その国内で言ったらその軍艦島とかも行きたい。行行きたいですね。俺行ってるから群馬には。仕事で泳いで渡った。軍艦島まで？なんか昔関西の番組で遠泳企画やってた時があって、軍艦島から400メートル離れたとこにちっちゃい島があって、そっから泳いで渡るっていう。もう波でっかいねんけど。それ何ですか？横に船ついてくれてて？もちろん。さすがにそれは。ほんで泳ぎ切った後軍艦島観光するんですか？そう。あとなんかあれじゃないですか。猫島とか言われてはい。うさぎの島とか。うさぎ島とかね。行くならば大やな。まあでもな、ある程度体動くうちに行きたいとはならん。なんか結構。こうなってからがまたいいよね。ねこのペースでいったらもう1年もあっという間ですね。お前でも2月やでも別に行かへんな。日に行こうかとはそんなならんか。ネットフリックスでね、踊る大捜査線が入ってて、織田裕二が初出勤みたいな、1話。一話で、湾岸警察のね、でまあ朝
通勤途中にみんなバーって人歩いてるんですけど、タバコ吸いながら歩いてて、で警察署の前着いて、で地面に捨ててもみ消して、で入ろうとしてあっつって吸い殻拾って入っていくんですね。あ、警察やからちゃんとしなきゃっていうシーンを多分描いて、サラリーマンそうやな。やめたサラリーマンやったら普通にポイ捨てしてるけど、警察やからちゃんとゴミ処理したみたいなシーンを象徴してるんですけど時代やな。ね。そうやんな、昔道端に捨ててはったもんな。もう速攻にねうん。マンホールの穴に入れたりとか、そうやな。あったよな。バターブーツ持ってる？持ってない。持ってますけどスニーカー以外履いてる？全く履いてないです。昔さ、革のブーツとか、ちょっと長めのやつ、そのめっちゃ長いブーツじゃなくて、履いてなかった？履いてました。でも言ってもこことかちょっと上までし、上まで。なんならほんまにこのぐらいのはいやつとか、いやだから最近またちょっとブーツ履こうと思って、なんかいろいろ見てたら欲しなって何足か買ってんけど、頑張って履いてる。そらスニーカーの方が楽やけどっていう、その革のやつのこの革の味を出したりとかするために履いてる。何履いてたブーツ？いやもうもう2択ですね。もうレッドウィングかマーチン？マーチン。まあでも大体そうやんな。レッドウィングとマーチンはみんな履いてたな。しか知らんぐらい。まあ両巨頭やな、それな。マーチンとかってやっぱさ、細身のパンツの方が合うから、なんかな、細身のパンツ履かへんくなってくるからな、だんだん。意味です。担々麺もあるよ。ラーメンか、ここは。肉飯ある。肉飯。ラーメンと肉飯行こうかな。はい、肉飯ですね。今ラーメンご用意してごめんなさい。大丈夫ですか？手離しますね。こちらラーメンでございますね。はい、どうぞ。ごめんなさい。すいません。はい、200円どうぞ。お待たせしました。ありがとうございます。ご協力お願いしますね。はい、ご来店ありがとうございます。はい、お待たせしました。お寿司様です。うまい。優しい。なんか会社のオフィスの場所がバーってやるんで、